Big Yank, founded in 1919 in Chicago by the Reliance Company, an American workwear brand with a lasting legacy, featuring unique details like the Yama pocket in storm cuffs. Highly prized in the vintage clothing market for their rarity. In 2012, the brand was revived by Kinji Teramoto of 35 Summers. Using original fabrics and components, Big Yank continues to reimagine classic work shirts. In the summer of 2025, vintage denim advisor Yutaka Fujihara takes the helm as brand director. Under the philosophy of Densho, tradition handed down, Big Yank carries its values across generations. いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。本日は、35サマーズの方の本社の方にお邪魔しております。以前にYouTube にも出させていただいたんですけど、35サマーズの、代表寺本金さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。35サマーズの寺本金次です。で、うちの会社はですね、はい、もうご存知かと思うんですけれども、僕が25歳の時に命名した35回の夏で引退するぞと、35サマーズですね。それを目的にした会社で初めてやってたんですけど、はい、35年目っていうと還暦なんですよね。はい、で還暦会も来てもらいましたよね。そうですね。でまだやってますよね。はい、引退されると思ってたんですけど、はい、すいません、あと20年やるんで35IVE 書いて35サマーズの屋号にして、はい、55年目の夏を目指します。なるほど。でそんな感じで会社を営んでいって、うちの社の、社訓ですね、はい、これがパスダウントゥザネクストジェネレーションっていう、バトンをどんどん次世代につないでいきましょうっていうのを今一個のテーマにしてまして、60歳までは自分でガンガンやったんですけども、はい、今もう60歳を過ぎて61歳、はい、どんどん次にバトンをタッチしていきますのでよろしくお願いします。はい、はい。今日はそういったお話も多分これからできますので、もう金さんとも僕も本当に25年以上ですね。僕もベルベル人でも27年なんですけども、もう金さんとはずっとヴィンテージを金さん購入していただいたりとか、お店に昔は原宿の方に、はい、金さんの方の事務所もありましたのでよくお会いする機会もありましたけれども、その頃から本当にいろんなヴィンテージを金さんに教えてもらい購入していただきみたいな関係性でずっとお世話になってました。今回ですね、シャツのブランドでビッグヤンクというねブランドがあります。僕も本当に昔からですね、ベルベル人入った頃からやはりこう有名なブランドでシャンブレーシャツだったりとか、僕も何枚か所有してたりとか、ヴィンテージ市場もねやっぱ昔から人気があるブランドですけれども、ビッグヤンクを、金さんが、やられてますよね。そうですね。はい。やっぱり歴史あるブランドなので、どういったブランド特徴っていうのをですね、ちょっと金さんの方から、いろいろ説明していただこうと思っております。ちょっとよろしくお願いします。いいですよ。はい。でこういうエビデンスが特許庁の、はい、証拠がいろいろあるんですけども、もともとそのビッグヤンクをやるきっかけ、はい、これは僕がそのアメリカのブランドが好きで、マイティマックっていうブランドをライセンスでやらせてほしくて、実際に実名で2009年からやってるんですけど、はい、その前の2004年、はいからアメリカのブランドホルダーのところに足しげく通って、2009年の前の年、はい、2008年にじゃあやりましょうっていうシェイクハンドになった時にですね、はい、僕がたまたま着てたシャンブレのシャツを、はい、先方のオーナー兄弟が見て、はいはい、お兄貴うちもなんかこういうシャンブレのシャツみたいなワークシャツのブランド持ってたよねって言ってアーカイブの冊子を持ってきたんですよね、はい、これだって言って見せて出てきたのがなんとビッグヤンクだったんですよ。だからそのマイティマックのブランドを持っていた彼ら持っている、今実際にも持ってるんですけど、はい、彼らがビッ
グヤンクのブランドも持っていたで目がこうなるわけですよ、はい、ニューヨークのいわゆるそのガーメントディストリクトのビルの上にあるでっかい事務所なんですけどね、はい、そこでこうなっちゃったもんだから、マイティマックはマイティマックでやるの決まってたんで、はい、シェイクハンド、いや次はビッグヤンクもやることをそこで決めちゃったんですよ。すごいですね。それで2009年はマイティマックがスタートして、2011年くらいからビッグヤンクを始めるようになったんですけどね。なるほど。でそのビッグヤンク、はい、彼らもブランドは買ったんだけれども資料も何も持ってるタイプではなくて、はいはい、で僕らがこう調べたエビデンスによりますと、もともと1800年代後半、ミルトン・ F ・グッドマンさんという人がいて、彼がリライアンス・マニファクチャリング・カンパニーっていうのを始めたんですよね、はい、でそのミルトン・ F ・グッドマンさんがベンチレーションを作ったシャツのパテントを1912年に出願して、商標を得てるんですよね、はい、いわゆるこの通気口ってやつですね。そうです、はいはい、シャンブレーシャツにこう脇のとことか背中についてるベンチレーションって言い方ですけど、通気口って穴が、はい、ついてますけども、1912年に承認が下りていて、そのミルトン・ F ・グッドマンさんがリライアンスカンパニーとして、商標を出願して登録されたのがビッグヤンクなんですけども、はい、なんと1919年、はい、1912年からこう始まり、1919年にこうビッグヤンクとしてのブランドがこういうひし形のマークになってくるんですよね、はい、だんだんね、はい、去年はねうちの社で商標登録の1919年から105周年っていうのを祝いました。はいはい、100年以上続いてるブランドってことですもんね。いやすごいね、やっぱり。であとはビッグヤンクブランドの中で有名な、はい、こういういわゆるそのシガレットポケット、はい、タバコが短い頃、よく考えましたよね。そうですね、ビッグヤンクといえばやっぱりこう、ポケットに特徴があるっていうのがもうやっぱりヴィンテージの市場でも当然こう有名であり分かりやすい部分ですよね。こういったここにも商標が、これが1930年かな、30年の7月の17日、はい、30年代にもこういった形で、タバコですね、シガレットポケット、でまさにここにもタバコの絵がもうあるぐらいなので、はい、すごいですよね。すごいですね、はい、でそれからどんどん簡略しようじゃないかなっていうところで、はい、豊かの好きな山形ポケット、そうですね、ちょっと今日僕も着させていただきますけど、この山ポケですね、ヴィンテージの市場でもそうですけど、山ポケ左側の、ポケットだけこう山形になっているこの山ポケ、僕も本当昔から大好きなんですけれども、はい、この特徴ある、もうこれぞビッグヤンクっていう風なイメージですけれども、この山ポケットがファイルになったのが42年で、認められているのが44年ですね、はい、もうまさに第二次世界大戦、もうバリバリすごいですよね、はい、あとやっぱりビッグヤンクといえば、袖とかもそうですよね、はい、なんかいろんなことをね、昔は商標登録できたらしいんですけど、そのなんかディテールで商標登録ができたアメリカ合衆国だったんですけど、だんだんだからそういうのもなくなってきて、いろんな人がパクるわけですよね。そうですね、確かに。ただこれはオリジナル、はい、あと袖のやはり開いてるストームカフス、そうだね、はい、これもやっぱりビッグヤンクの特徴ですよね。でやっぱ止める、僕はよくまくるのがなるほど、はい、袖を折るのが好きなんで、逆に広くてビッグヤンク折りやすいというふうに、はい、思っておりますけれども、これはだから新しいんで行ってこい、年代的にはそうですよね。はい、ではちょっと話は戻りますけど、今日は、35サマーズ、この本社にお邪魔しておりますけれども、その理由を金さんお願いします。はい、実はビッグヤンクのブランド、はい、去年めでたく商標ごと買い取ったんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。
で105周年も終えて、ちょうど105周年の年に買うことができたんで、で106年目、ここはですね、古着に長けていてビッグヤンクにも詳しくて山ポケが好きで、ガチャポケが好きで、ストームカフスが好きで、っていう人に、クリエイティブディレクターになってもらおうと、で今日は来てもらいました。でその106年目はあなたが頼りになるクリエイティブディレクターという就任式を兼ねて、ここに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でビッグヤンクも106年目を迎えて、新しいクリエイティブディレクター就任、おめでとうございます。ありがとうございます。視聴者の皆さんに、藤原豊としての意気込みを。先ほどから金さんもねおっしゃってたように伝承とかねこう伝えていく、やっぱりこれだけアメリカの有名なブランドなので、自分もデニムをいろんな方にこう、世界中の人に広めていたいという気持ちで、書籍出したりとか、そういうのもやって今本当に僕はデニムっていうので、いろんな方に広げていけてるとは思ってるんですけど、このビッグヤンクというねこのシャツのブランド、これもやっぱり世界中の人に、広めていきたいなと思っております。自分なりのやり方で、その後世に残せるような、ブランドにしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。バックアップしますよ。でどんどん僕らも自分たちの今のネットワークを使って、例えばヨーロッパだったり、アジアだったり、で北アメリカだったり、買ってもらった方が、次の代までどんどん残してくだされば、それが僕の言う継承につながりますので、そうですね、お願いしますよ。頑張ります。後ろにこれはキンジさんの、ビッグヤンクのコレクション、が飾っております。全てヴィンテージのものになるんですけれども、ちょっと軽く紹介してもいいですか？もちろん。復刻はね、いろいろやってるんですけどね。そうですね。すごいですね。もうこれが先ほど言っていたベンチレーションですよね。通気口、が入ってる、そしてガチャポケット。左ポケットの方がね少し小さい。背中にも、こういった形でベンチレーションが入っているシャンブレーですね。結構このブルーの丸カンヌキ珍しくない？そうですね、珍しいですよね。もうパッと見あまりにもコンディションが良すぎて新品に見えるんですけど、なんか作ったようなイメージですね。めちゃめちゃオリジナルの、これがさらにチンストラップ付きのメタルボタンですね。これはこんなのあったんですね。これはもう多分ビッグヤンクシャンブレーの中でも最強なシャンブレーじゃないかなと。ネームはこういう感じ、フライヤーだ。フライヤーですね。やばいですね。これちょっと今金額つけたらえらいことになると思いますけども、こちらも、シャンブレー、こちらはチンストラップが取れた後ですよね。いわゆるガチャポケット、通気口とかもないと思うんですけども、金さんこの後ろの洋服もあれですよね。なんかストレインプルーフって言っていて、こうカーブで表現してあるじゃないですか。こう背中ってこう丸みを帯びてるんで、こういうふうにカーブすると直線に見えるんですよね、来た時。なるほど。すごい考えられる。ちょっとこの変わったこれはグレーシャンブレーなんですかね。そうですね。なんかこう縦糸が白で、横糸がグレーで、多分この木糸が入ってるからこうすごいまだらに見える。ただメタルボタンですよね。これメタルですもんね。30年代ですよね。そうで、昔ねこのメタルを割ってみたんですよ。そうするとオリジナルを割ってみると、アルミが出てくるんですよ。でアルミを板状のアルミをパンパン叩いて、こういうボタンに作ったみたいな。すごいですよ、このシカゴのメーカー。なるほど。そしてこの辺がですね、先ほど僕は言わなかったんですけど、このシャツ、山ポケットのネルと山ポケットのシャンブレー、これはもともと僕のでした。いらっしゃいみたいな、買い取りました僕は。これはいわゆる脱がされたという金さん。そういうことです。
やっぱ山ポケのネルシャツっていうのもないね。もうないですね、はい。多分これ本当今のヴィンテージ仕様だと多分50万円以上すごいですね、はい、ついてしまうと思います。この手放す気はないんですけど、はい、ただこのサテンのねプリントのネームっていうのが超珍しい、ね。はあ。これ僕が就任したから帰ってくるってことはないんですか？ないですね。またなんかいつでも着れる復刻を作りましょう。そういった形も、はい、はい。あとこちらもネル、はい、紺色の無地のネルなんですけど、いわゆるデッドストックの状態なので、こういったフラッシャーといいますか紙もついてますけれども、ここにいいこと書いてるんですよ。はい。リライオンリライアンスって書いてるんですよね。はい。これは訳すとですね、はい、リライアンス社は頼りになるぜっていう意味なんですよ。頼りになる。で、2026年の春夏からはリライオン豊か藤原ということで、なるほど、はい、あなたは頼りにされてますから。はい、頑張ります。これ僕何気にびっくりしたんですけど、ヘリンボーン、このヘリンボーン地っていうのは見たことはあるんですけど、このオックスフォード、これだからね、いわゆる引き揃えの縦糸と横糸太めっていうこのオックスフォード織りっていうのは珍しいですね。はい。でもすごいこれも。これは僕初めて見ましたね。はい。ちょっと金さんのコレクション、これは本当にごく一部ですよね。どのぐらいだろう、150枚ぐらいあるのかもしれない。貴重なヴィンテージのシャツをお持ちの金さんだからこそ、このビッグヤンクとこのブランドが成立しているのかなと思います。それをね理解してくれた上で、はい、2026年から100年、はい、100年あなたに任せますので伝えていってください。いけたらいいなと思います。リライオン豊かの次にリライオン誰々、はい、それが僕の使命だなと思ってるので。わかりました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ビッグヤンク、はい、このブランドを私藤原豊が、これからディレクションさせていただくことになりましたので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではお知らせという形ですけれども、僕が、ディレクションをやらせていただく形になりましたこのビッグヤンク、今度の7月23、24、25の3日間ですね、バンカーリウムで、展示会という形でやらさせていただきます。一般の方々も、受注ができるような形で受注販売会をさせてもらおうと思っております。はい。あとちょっとだけヴィンテージ出すかもしれないんで。マジっすか。あともう金さんコレクションまだまだ僕見せていただいてとてつもない。体はね一つしかないですからね。そうですね。これも伝承の一つの技として、はい、金さんのコレクションが出るかもしれません。はい、それでは金さんこれからもよろしくお願いします。もちろんです。はい、リライオン豊かで。はい。頑張らせていただきます。頑張ります。ありがとうございました。